こんにちは、日本語クラスです。今日もライブで日本のニュースをお話しします。はい、こんにちは、日本語クラスです。声が聞こえますか？今聞いている方いらっしゃったら、声が聞こえますと、メッセージを送ってください。よろしくお願いします。はい、では、そうですね、今日のニュースも、外国人の皆さんにとってとても大切なニュースです。はい、ですので自分に関係があるかもしれないと思って、聞いてください。はい、声聞こえますかね？ライブチャットの方できたらメッセージお願いします。そしたらですね、今メッセージを送ってくださいました。ありがとうございます。聞こえますとね、ありがとうございます。アトミックスファンさんですかね。読み方ちょっとわかんないけど、はい、メッセージもありがとうございます。今日のニュースは法律に関係があります。法律です。日本の国のルールです。はい。で、それも、皆さん外国の方に関係がある法律についてです。はい。この建物見たことありますか？これ日本にある建物です。はい。これは名前は国会議事堂と言います。国会議事堂。はい。これはですね、何をするところというか、というと、誰かの家ですかじゃなくて、これはこういう、はい、皆さんの国にも似たようなものがあると思います。ここに人が本当はいっぱい座るんですね。で、ここにも人座って、ここにも人座って、ここにも人が座って、ここで、政治家の人が集まって、いろんな日本のルールについてみんなで考えたり、そうですね、日本で起きている問題についてどうやって解決しましょうと話す、会議をする、政治家が集まって会議をするところです。はい、これが、建物、外から見るとこれです。はい。で、ですのでとても大きいし、とてもかっこいいですね。立派な建物です。はい。ここは実は観光として見に行くことができますよ。結構近いです。東京駅から、電車、地下鉄ですね、に乗って国会議事堂前という駅で7分だけ乗ったらもうここに着きますので、もしね東京にちょっと遊びに来た時は行ってみるといいかもしれません。はい。ちょっといくらかかるとか私ちょっと今そこまでわからないので、ぜひホームページでも見てから、はい、確認していってほしいです。それで今日の、ニュースのテーマはその法律についてです。で、法律についてはここでみんなで話します。で、今日の皆さんに関係ある、外国人に関係がある法律ももちろんここでみんなで話すんですね。政治家が話す。はい。で、どういう法律かというと、これです。はい。テーマはこれですけどね、外国人労働者の、これ見たことあります？知ってるって人も多いと思いますよ。はい。技能実習制度。技能実習制度。技能実習生って聞いたことある人多いでしょ？はい。それです。その技能実習生のためのルールです。制度。改正です。改正というのはもう一回考え直しますということ。改正案っていうのはアイディアのこと。で、これ難しいです。これ N1 レベルの言葉なんですね。でも読み方はそんなに難しくない。審議と読みます。審議始まる。意味は難しいですね、これね。そう。でも議って書いてあるから、何かディスカッションする、
会議するっていうイメージでいいです。そう、それでいいです。実際本当に政治家たちが集まって、これでいいでしょうか、どう思いますか皆さんって考える会議のことです。はい。だからそういう会議が今始まっています。はい。もう一回言うと、外国人労働者の人で、技能実習生として日本に来る人いますね。日本で技術を学んで勉強して何年か勉強して帰る人とか、介護の仕事、おじいさんおばあさんとかを助ける仕事を日本にやりに来て、日本でも働いて、でそこでちょっといろんな方法とかも勉強して、で何年かしたらまた国に帰るっていう、はい、制度、システムですね。あれです。技能実習システム、制度です。で、これ、ちょっともう一回考え直しましょうという会議が始まっています。というお話です。はい。私の YouTube チャンネルは技能実習生の人も聞いてくださっているらしいです。メッセージを時々もらいます。はい。ですので、今日本にいる人もそうだし、これから日本に来る人、技能実習生として来る人もたくさんいます。はい。今ね、YouTube これを聞いてるかどうかは別として、そういう人はたくさんいるんですけど、ルールがね、ちょっと変わっていくというお話です。はい。どんな風にというの、はい。じゃあ読んでみましょうか。はい。今日は3ページ読みます。これと、1ページがね、一番難しい漢字が多い。はい。2ページ。はい。で、3ページ目です。はい。3ページ目に結構ね、こうやって変わるんですねっていうのが書いてあります。はい。で、赤い字は N1 レベルの難しい言葉。で、N2 レベルは青い字で書いてあります。はい。じゃあ、読んでみましょうか。ね。今日も聞いてくださっている方、たくさんいます。ありがとうございます。私、話してますけど、ライブチャットで何か書きたいことあったらどうぞ書いてください。ちょっとそれを私が今話せるかわかんないけど、思ったこととかね、こんなこと知らなかったとか、そういうのあったらどうぞライブチャットでチャットして、他の人も聞いてるから一緒にねコミュニケーションチャットでできると思いますよ。はい。じゃあ読んでみますね。一回ここまで全部1ページ読むので、見ないで耳だけで聞いてもいいと思います。はい。じゃあ行ってみます。読みますね。外国人労働者の技能実習制度に代わり、新たに育成就労制度を設けることを柱とした出入国管理法などの改正案は24日から参議院で審議が始まった。岸田総理大臣は外国人から選ばれる国になるため、制度の適正化を図り、環境整備に取り組んでいくとして、今の国会での成立に向け理解を求めた。はい。難しいです。このページ結構難しいと思います。はい。ちょっとなんかわかるけど、なんか全部はわからないってね。なんか 40%、30% ぐらいちょっとわかったかもしれないけど、なんかはっきりわかんないっていうのはいいと思います。本当にそう思います。難しいですね。言葉難しいんですけど、意味は実はそんなに難しくないです。はい。確認しましょう。上から。外国人労働者、ね、働いてる人ですよね。の技能実習制度。ね、もう話しました、さっきね。技能実習の、制度に代わりっていうのは、別のものにするっていうことです。これじゃなくてってこと。英語だと instead of something の方、何かの代わりに別のものにするってこと。技能実習制度じゃなくてってこと。新たに新しく
育成就労制度を設ける。設けるは前にもね、前のニュースでも何度も出てきていますね。作るってことですね。これは建設、家を建てる、建設の、建ですね。設けるってこの漢字は作るって意味です。建てる、作る、新しく作るっていう意味。だから、このルール、制度を作ると。はい、これを作ることを柱とした、あららら、言葉長い。そうなんです。ここね、難しいです。長い。ちょっといくと、出入国管理法。これ何ですかね。でも漢字見るとわかる。出たり入ったり国ですから、日本に、これ国は日本です。日本に入ってくる外国の人とか、日本から出ていく外国人の人を管理、チェックする法律です。はい。みんなの国にもありますね。もう誰でもいいです、来てください。はい、さようならとかできないですよね。ちゃんとパスポートでチェックしますよね。ああいうのがちゃんと法律でも決まってる。はい。誰は来ていいけど、どこの国の人は何ヶ月しかいられませんとかね、いろいろありますよね。そういうものですね。で、ちょっと待ってください。出入国管理法、そういう法律などの改正案。この管理の法律の改正案ができていると。改正というのはもう一回考えるですよね。アイディアですよね。改正案。はい。これを考えている。で、これちょっと待ってください。長い。ここがですね、新たになんとかなんとかを設けることを柱としたっていうのが、ここが説明している言葉なんですね。ここが、こっちの言葉を説明してます。詳しく説明してる。大事なのは実はこっちです。出入国管理法の改正を今考えていますって言ってるんですね。簡単に言うとね。で、出入国管理法はどういう法律ですかって言ったら、ここです。新しく育成っていうのは育てるってことです。これね、育てる。就労っていうのは働くって意味です。これは就職の就。だから働く。で、これもね、労働者の労ですよね。だからなんか意味わかんないと思っても、漢字の意味一つずつが何かわかると、漢字の大体のイメージはわかります。イメージできる。だから働く人のルールです。だけど働く人でもこの前に書いてあるから育てるんですね。育てる。働く人を育てるっていいと思います。働く人を育てるためのルールを作ることを柱っていうのは中心っていう意味です。中心で大切にするっていうこと。中心に考えた出入国管理法。長かった。難しいですね。もう一回言いましょうか。出入国管理法をもう一回考え直してます。もうちょっと違う法律を加えたり直したりしませんかっていうアイデアがあって、どういうものを入れるかって言ったらこれ。新しくこういう働く人を育てるためのルールを入れる。だからこれはまさに、外国人の人のためです。はい。外国人の人が日本に来ていろいろ勉強する。仕事について勉強するルールです。それについていろいろ書いた法律を出入国管理の法律に入れましょうっていうこと。それを24日、これ5月24日です。もうつい最近です。5月24日から参議院っていうのは、これは政治家たちの集まったチームって思ってください。でもたくさんの人います。政治家たちがみんなで審議、考えている。会議をしている。それが始まりました。ってこと。
はい、ちょっと長かったですね。とってももう一回簡単に言うと、このもともと前からあった、技能実習生のためのルールをもう一回新しいルールに変えましょう。というか、変えるっていうか、新しいルールを作ろうと言ってる。で、作って代わりにだから、この前の技能実習制度はなくしましょうっていうイメージです。うん。あ、なくなるんですかってね。技能実習生なくなるのってね。どういうことってちょっと心配になりますけどね。大丈夫です。読んでいけばわかる。はい。で、そして、それから、岸田総理大臣。これ大丈夫ですね。今の日本の総理大臣ですね。政治家の一番上の人、トップの人ですね。その人は、名前が岸田さんと言います。岸田さんは外国人から選ばれる国っていうのは日本ですね。私たち日本が外国人から選ばれる国になるため、制度、ルールの適正化。いいです。これ N1 漢字難しいけど、覚えておいた方がいい。はい。適正化。適正っていう言葉がいいです。特にね。適正、正しいだから、適っていうのはちょうどいいっていう意味です。ぴったりとかそういうの。正しくちょうどよくなるってことです。かっていうのは何々になるの意味です。だから外国の人から日本はいいな、働くのにとてもいい国だと選んでもらえる制度ですね。制度を、ちょうどいい制度を作るっていうのを計りっていうのは、そうしようとすること、何々しようと、計画を立てることです。プランを立てる、計りね、これも N1 です。適正化を図り、環境整備に取り組んでいく。これは線をアンダーラインを引きました。私これは漢字は簡単です。 N3 レベルです。だけど意味が本当に新聞らしい言い方なので覚えておくといいと思って、線を引きました。これは環境整備っていうのは環境エンバイロメントですね。木を植えます？森があった方がいいですか？とか、海はきれいとか、そういう意味じゃなくて、そうじゃない。環境整備っていうのは、外国人の人が住むのに住みやすい世界にするってことです。日本を。日本ってほら、やっぱり日本語しか中心の言葉がないですよね。国によっては日本語だけじゃなくて他の言葉も使いますっていう国あるけど、日本は例えばやっぱりよく一番中心なのはもちろん日本語だけど、日本語わからない人には生活はちょっと大変ですよね。漢字読めないとか、いろんなところ行った時に車の運転する時もそうですね。読めないってなるとそれはあまり環境が良くないですね。だから例えばそういう外国の人にも選んでもらえる生活しやすい状態ってこと。状態にする。取り組むっていうのはそういう状態にするっていうことです。そうしていきましょう。と岸田さんが言ってるんですね。もっと外国の人に日本に来て働いてほしいからです。だから日本の環境をもっと良くしようとして取り込んでいくとして取り組んでいきますという考えでっていう意味です。これ今の国会での成立に向け理解を求めた。今の国会っていうのは最初に見せた会議をしているところですね。この議員っていうんですけど、政治家たちが会議をしているところ、その会議で成立、何が成立というと、この新しい制度を作りましょう、皆さん賛成してくださいっていう意味です。この制度に作ることに向けて、それをやるということの方向に向かって皆さん理解してくださいね。理解っていうのは誰が理解するかといったら、これはこの政治家たちがです。政治家たちがまずは
これ必要なルールなんですね。分かってください。これがないと外国の人日本に来なくなりますって、働きに来なくなりますから、皆さんまず政治家の皆さん分かってくださいって、理解してくださいねっていう意味です。理解を求めます。欲しいですの意味。誰が欲しいかといったら、岸田さんが欲しいですってことです。はい。もちろんこれこの理解は日本の国民、日本人も理解をしなければいけないですね。だけどまずは政治家がじゃあはいいいですよ、この法律必要ですねって、はい分かったって言わないと法律できませんので、決まらないから、まずは政治家の皆さん分かってくださいと岸田さんが話しているということです。はい。だから今考えてるとこなんです、ちょうど。で、続き。じゃあ行きましょう。ここのページはですね、ほとんど読み方書いてないです。はい。だけど、読み方、さっき書いてあったのが出てますよ。覚えてますか？じゃあ行ってみましょう。いきますよ。出ですね。出入国管理法などの改正案は、技能実習制度を廃止して新たに育成就労制度を設け、外国人労働者を、これは原則3年で専門の技能があると認められる特定技能の水準にまで育成するとしている。はい。ここ半分はさっきの話が同じことが書いてあります。で、もうちょっと半分は新しいことが書いてあります。はい。じゃあ行きましょう。出入国管理法。さっきの法律ですね。さっき見せました。どこかな？ここですね。はい。日本に外国の人が入ってくる、出ていく。ね。で、その法律ですね。で何ヶ月日本にいていいですとか、そういうの、ビザとかそういうのですね。そういう法律などの改正案変えましょう。これから新しくしようというのは、技能実習制度を廃止。はい。やめるってことです。廃止大事ですよ、これね。でも止めるって漢字書いてあるから、やめるんだってわかりますよね。そう。これ N2 の人は漢字の書き方と読み方と意味しっかり覚えた方がいいです。N2 レベルです。廃止する。やめるなんですけど、これ意味が重いので、制度をやめるとか何かをやめるっていう時に言います。はい。今まであったものをもうなくすっていう意味です。はい。で、制度廃止やめて、新たに育成育てる、就労働く人を育てるためのルール制度を作って、外国人労働者を原則3年で、これはですね、基本的なルールはっていう意味です。こっちの漢字がルールって思っていいです。で、こっちは、ベーシック、基本はっていう意味になりますね。だから最低でも短くても3年とかっていう意味なんですかね。それか、この新しいルールでは、日本に来て働く人は、まずは1年だけとかじゃなくて3年間は働くということかな。3年間は働いて、でそれで、専門の技能、いいですね。専門、何か得意なことですね。それについて何か専門、スペシフィックの技能だから、これはアビリティですね。能力ですね。能力があると認められる。あなたはちゃんとこの能力があります。あなたはこれについてよく知っています。できる人ですっていうふうにみんなが認める。国が認めるってことですね。認められる特定技能。はい。これ知ってる人もいると思います。はい。特別な能力という
これ一つのビザがあったと思います。はい。ビザでもらうとき、働くビザの時に、何かの技術があります。何かが特別できますっていうそれが認められているビザのレベルがあると思うんですね。でそれの水準っていうのはレベルってことです。このレベルにまで育成する、はい、育てるってことですね。だからこれちょっと私もはっきりまだわからないんですけど、この新しいルールができたら3年間はまずは日本で、働きながら勉強するんだと思うんですね。で実際その新しいその仕事についてのことを勉強して、でこの人は大丈夫、この仕事についてもう大体分かっていますね。レベルいろいろあると思うんですけど、もうプロフェッショナル素晴らしいとかいろんなレベルあると思うけど、多分一番下のまあいいでしょう、あなたは分かっていますっていうレベルまでまず育てる、日本で育てるっていう、ものみたいですね。で、それは今までの技能実習制度とちょっと違うみたいですね。でじゃあちょっと次のページも読んでみましょうか。次、はい、もっとね詳しくもうちょっと書いてあります。いきますよ。受け入れる分野は働き手が不足している介護や建設、農業などが想定されていて、これまで原則できなかった別の企業などに移る転籍を一定の要件のもと同じ分野に限り認める。はい。ちょっと難しい言葉がまた出てきました。今まで出てない新しい言葉ですね。はい。これはですね、この受け入れる分野っていうのはさっきのこの外国人の人が日本に働きに来るという。で、何の仕事するの？何の専門の仕事しますかっていうのがこれ。日本でいいですよ、来てくださいってね、アクセプトする、受け入れる分野。分野もこれN3 から2で大事ですね。そのフィールドです。分野はどういう種類の仕事ってことは、働き手、これ手だから手って思うんですけど違いますよ。働き手っていうのは働いてくれる人です。手っていうのはね、人の意味があります。人、働くとき人は手を使いますね。だから手って言うんですね。足じゃないんですね。足も使うんですけどね、手って言います。だから、働いている人が不足、足りない、働いている人が足りない介護っていうのは何ですか？大丈夫ですね、知ってますね。介護はケアです。おじいさんおばあさん、お年寄りですね。お年寄りで、自分でお風呂に入れないおじいさんとかね、手伝ってあげるとか、もう足が悪くて歩くのが大変とか、そういう人を手伝ってあげるとか、そういうのですね。そういう介護の仕事、これ日本でその仕事をする人が足りません。はい。だからそういう介護という仕事の世界、そういう分野ですね。この分野に外国の人ぜひ来てくださいと言ってます。はい。で、介護とかそれとか建設はやっぱり建物です。建物を建てる。はい。あとは道、道路とか橋とかを直す。そういう時に人が足りないんですね。今ね、働いてる人が足りない。直さなければいけないところも日本たくさん今あるので、人が足りない。はい。で、あとは農業はあれですね、米を作ったり、
はい、野菜を作ったり、そういうのですね。はい、農業もですね、日本足りないんです。そう、そういう人足りない。もう日本人何してるんですかね。日本人パソコン使いすぎなのかな。もっと野菜作ったりね、トマト作ったりきゅうり作ったり果物作ったりする人もっと必要なんですね。でもね、いないっていうか減ってる今。はい、だからこういうの、介護、建設、農業、こういうところに外国の皆さん働きに来てください、お願いしますというふうになってます。はい、こういうところの、分野などが想定されていて、想定っていうのは多分そこが必要だと考えられている。多分この分野が、この3つの分野などなどが必要だと考えてます。まだはっきりしてない。でも多分そうなると思いますっていうのが想定です。こういうふうに考えられていてってことです。考えられていて、これまでっていうのは今までの意味です。今まで原則は今まで、ルール、もともとのルールですね。前からあるルールって意味。これまで、決まったルールではできなかった別の企業などに移る。別の企業、会社です。別の会社に移る、移動する。別の会社に行きます。働いてる人がです。外国の人がです。例えば最初は、何々 ABC の A の会社で働いてたけど、例えば A の会社の介護の仕事を A の会社でやってたんだけど、B という会社もあります。介護の会社いっぱいありますから、いや実はB に行きたいですと。同じ仕事だけど B に行きたいんですけど行っちゃダメですかっていうのがダメだったみたいですね、今まではね。あなたは A の会社に来たんだから A の会社で働いてくださいっていうのが決まりだった、ルールだったけど、別の会社 B の会社に移る、移動する、転籍って読みます。これ難しい。これ N1 レベルで難しいです。はい。でも転って転ぶって意味だから、変わるんだって分かればいいです。それだけ。転籍をここね、私がこの線を引きました。ここね別のとこに移るというのを一定の要件のもと、はい、これは難しい。 N1 レベル。一定はある、決まった何かのっていうこと、決まった何かの要件って言ったら、これは何かの条件です。この条件とこの条件とこの条件 OK だったらいいですよ。3つのルールを守ってればいいですっていう意味だから、ちょっと全部読むと、別の会社に移動する、変わる、会社を変わることを一つじゃないですね、何か決まったいくつかのルールを守っていれば、同じ分野、同じ世界の会社、同じ種類の会社ですね、同じ種類の会社に限り、同じ種類の会社だったら認めます、いいですよという意味だから、介護の会社 A の会社に入ったけど B の会社に行きたいですっていうの、それは同じ介護の会社だったら、同じ介護の種類の会社だったら、そして何かのちょっとルールを守ってればいいですよ、会社変えてもいいですよってことでももちろん別の種類の会社に行くはダメみたいですね。最初介護の会社に入ったんだけど、ちょっとね米作ってみたいんですって言って、お米作る会社入ってもいいですかっていうのは別の
別の違う分野の会社なので、それはダメです。認めません。という意味。はい。そりゃそうですよね。最初やっぱり介護の勉強してるから、その後も介護の会社に行くだったらすぐにその仕事できますけど、全然違う介護の勉強してたのにお米作る会社入ったらまたゼロから勉強しなければいけないから時間もかかりますし、それはできないっていうこと。だけど今まではその同じ種類の会社だったら会社でも移動できなかったんですね。原則できなかった。だから、技能実習生のルールの時だったらダメ、行っちゃダメ、もう別の会社は行ってはダメ、あなたはずっとこの会社で働いてっていうルールだったけど、同じ種類の会社だったら移動していいですよっていうのが、新しいルールができるっていうことですね。これは働く人にとってはいいと思いますよ。いろんなことありますから、やっぱりちょっとここの会社の人とあまり人間関係がうまくいかないとかなんかあるんですかね。そういうことかな。でも何かのねルール条件が守れれば移動ができるっていうことなので、少し働きやすいようになると思います。はい。というニュースでした。はい。このニュースはまだ全部決まってないことなので、これからより決まっていくことだから、私もわからないです。ニュースになってるのは今日のところまでです。なので、これからねどんどんしっかり決まっていくと思います。最初に見せた通り、この話し合いはしっかりよし話そうって、これでいいと思いませんかって話してるのは本当につい最近、3日ぐらい前からなので、これからねちゃんと固く話が決まっていくと思いますので、また分かったらねお話ししようと思います。はい。で、これやっぱり今の技能実習生のことでやっぱり問題が起きているから、もっとね外国の人が日本で働きやすいようにしようっていうことと、何ですかね、それともっと来てほしい、もっと日本を選んで来てほしい。外国の人は他の国も選べますよね。オーストラリアとか他の国も選んで働きに行けるけど、日本を選んでほしいからもっといいルールを作ろうっていうふうに日本が今一生懸命考えているところです。はい。ということでした。ですのでみんなのお友達でも日本に来る予定の人とかいるかもしれないから、今考えてるみたいだよって教えてあげてください。はい。で、日本で働く人はもちろん日本語がね今日のレベルは高いんですけど、この話はね日本語としては難しいです。読解としては難しいけど、一つでも多く言葉を知っていた方がやっぱり喜ばれます、日本人にね。だから簡単な言葉でもいいから覚えて日本に来ると皆さんも日本人に優しくしてもらえるし、日本でも生活しやすくなると思いますので、ね、ちょっとでもね一つでも覚えてみるといいと思います。自分のためにもね、あと友達も助けられますからね、言葉わかるとねと思います。はい。で、ちょうど昨日やったニュースも外国人の人に関係がある、法律についてのことをやったので、もしまだ知らない人は聞いてみてください。私のチャンネルにあります。はい。日本に今住んでる人もそうだし、これから住む人もなんですが、日本で保険のお金を払ってますかっていうのを日本がこれからチェックを始めるという話です。はい。今までチェックしてなかったんですね。だからもしどうしよう、保険のお金払ってないんです実はっていう人ね、早く払った方がいいです。はい。詳しくはこれ見てみてください。はい。私のチャンネルにあります。
あとは、他にも最近の日本のニュースでそろそろ日本のお金が新しくなりますっていうね、嬉しいニュースがあります。楽しみですね。この話もしましたよ。あとはJLPT の N1 の読解の勉強、N2 の読解の勉強したい人もあります。ビデオありますよ。ね、あとはビジネス日本語も勉強できます。はい、これもたくさんあります。あとは読解だけじゃなくて語彙、漢字、文法いろいろありますので、はい、よかったら私のチャンネルで JLPT ね、受ける人は特に試験前勉強してみてください。はい、であとは読解ですね。 JLPT の読解の、ビデオが、あります。これは特にですね合格する方法っていうのがあるんですね。特に読解は難しいですね、いつもね。だけどこうやると受かりやすくなるっていうのがあって、私がそれを1時間説明したものがあります。でこのビデオが私のオンラインレッスンの中で見られますので、 N1 と N2、はい、困ってる人どうぞ使ってみてください。毎年これを見てたくさんの人が合格してます。はい、皆さんにもぜひ合格してほしいと思っています。そしてあとは私のプライベートレッスンもあります。はい、これは Zoom を使って、話しながら勉強するものです。はい、JLPT の読解を勉強してもいいし、試験前なので、テストの練習を一緒にしてもいいし、はい、いろいろ何でも皆さんがやりたいリクエストをしてください。はい、会話の練習してる人もいますし、そうですね、文法、漢字いろいろ、はい、あとは発音の練習してる人とかもいます。はい、もう話すの上手なんだけどもっと上手になりたいってね、話す練習してる人っていうのもいらっしゃいます。はい、レベルも N5 から N1 レベルまでどんな人でも私が教えます。はい、であとは会話の練習の Zoom レッスン、これはグループレッスンです。はい、そしてビジネス日本語を勉強する Zoom レッスン、これもグループレッスンです。はい、グループレッスンもですね楽しいですよ。はい、皆さん友達ができます。はい、皆さんとっても真面目な人たちなので一生懸命勉強したい人はとってもいいと思います。楽しいと思います。はい、はい、全部これ詳しくは私のオンラインレッスンの中に書いてあります。これのリンクを、今のライブチャットの中にも書いてあるし、ディスクリプションにもあるし、コメント、今日ライブ終わったらコメントのところにも書いておきます。はい、そこから詳しく見てみてください。はい、皆さんチャット止まっているということは皆さん一生懸命聞いているということですね。ありがとうございます。今日の読解は難しかったと思いますよ。だからどうしようわかんないって思っても泣かないでください。大丈夫です。はい、アトミックスフォンさんも 20% って書いてあるから、多分 20% ぐらいしかわかんないって意味ですよね。大丈夫、いいですよ。 20% わかるだけいいじゃないですか。大丈夫大丈夫。漢字多かったし、あと話の内容がコンテンツ難しかったね。ただ大事な情報だったので今日このテーマにしました。はい、だから分かんなくて大丈夫ですからね。私の説明今聞いてちょっと分かったっていうんだったらそれで十分です。大丈夫ね。はい、そうそう、そっか、アトミックさんまだ N3、N4 レベルにいます。でもすごい、そんなこれからどんどん上がっていくから大丈夫です。はいね。いいんです。続けて勉強すると本当になんかわかるっていう、わかんなかったのにわかるっていう日がいつか来ますのでね、諦めないでネバーギブアップで頑張りましょう。はい、じゃあ今日もありがとうございました。また勉強しましょう。皆さん本当にありがとうございます。